優勝決定戦、幕下優勝決定戦で桐生湖のところで大関経験者って私言ってしまったみたいで、すいません、重量経験者間違えておりまして大変失礼しました。というわけで、話を今場所に戻していくんですが、いやー本当に昨日霧島が勝てばね、こんなことにはならなかったんですが、そうですね、ただ白の富士よく残りましたよね。もうしぶとくいきましたよね、相撲が。その結果このご覧の2人が、3敗で並び、そして4敗のこの5人にまで現段階で優勝の可能性がある。現段階にはこの7人の力士に優勝の可能性があるということになってまして、7人注目しないといけないわけですよね、本割でね。そうなんです、そうなんです。で、これどういう今日対戦なども含めてちょっとご紹介しようと思うんですが、みんなそれぞれ、直接対決等々が組まれたりした関係もありまして、とにかくまず整理しますよ。2人が、3敗に並んでるわけですが、霧島は福岡の希望ヶ丘高校から出羽海部屋に入門してきました。左四つを得意にしています。ただ6勝8敗と残念ながら負け越しが決まっています。一方欧勝海は4勝10敗、西の15枚目ですので、来場所はもう一度十両陥落ということになりそうです。ちょっと張っていきましたか。左四つになりました。左四つは出羽ノ龍ですが、上手は欧勝海。欧勝海この左のまわしを取るといい形を作るんですが、下手投げ、左四つはやはり出羽ノ龍だったのか。下手投げで出羽ノ龍勝って7勝8敗、十両東の3枚目。ちょっと出血していますが負け越しを1点にとどめました。こちら欧勝海の方は4勝11敗、今場所足を痛めた痛せもあってもう一つ力を発揮できませんでした。新入幕から4場所務めた幕内、来場所は十両でもう一度やり直しということになります。突き押し相撲ですよね。突き押しですけど左四つも、得意にしてます。得意なんですね。で最近は突き押しも磨いて新十両を使いましたね。故障もそうですね、四つに組んで、両方で切るのが一番いいんじゃないですか。突き押しだけだとやはりねきついので、そういう点ではうまくね、だから理事長の12枚目獅子5勝目を昨日挙げましたので、なんとか幕内には残れそう。一方竜電は一場所で幕内に返り咲いたんですが、西の16枚目、来場所また十両を覚悟しなくてはいけません。ただ35歳になりましたがベテランよく頑張っています。過去は3対2と竜電がリード。左の相四つでもあります。前傾は獅子、右ははず、上手を引いて獅子、しかしここから粘る竜電。体勢は獅子ですが下手投げに行く竜電、引きつけて前回しも引きました。獅子寄り切りの勝ち。最後はもう何か執念で体をぶつけるようにして獅子が勝ちました。獅子6勝9敗、竜電5勝10敗でこの5月場所を取り終えます。大きい力士がですね、一生懸命頭を下げてね、で無理に下げずにこう相撲、立ち合いも良かったですよね。角度として昨日も竜電ね、あんまり頭下げない方がいいんじゃないかっていう方で言ってお話しして、そのまま非常にいいバランスで当たりましたよね。無理なく、相手が大きいっていうのもあるんですけどね、それにしては獅子の方が低かったかなと。右差したんでね、もっとこうかいなを返した方がいいですよね、竜電ね。ここも今かいな返すチャンスですよね。だからこれ獅子が深い上手ですけど切れなかったんですね。取りやすくなっちゃうんですよね。最終的にはこれ物言いましたもんね、これ上手。そうなんですよ。だからやっぱりこうやってね、がぶりながらね、相手をねこう上げていくとかね、同じぐらいのね体重なんでね、大きさもね。そうですね。翔猿の場合ですね。本場所は4場所ぶりの勝ち越しを決めている翔猿、もし勝ちますと令和4年秋場所以来の2桁に届きます。来場所もね上に上がって楽しみじゃないですか。東の15枚目とちょっと番付下げてたんですが、来場所はまた上の方に戻りそうです。対するは金峰山、今場所はもう一つ得意の突っ張り炸裂という場面が見られませんでした。5勝9敗です。過去は3対3の互角。
さあこの突っ張りをかいくぐれるか翔猿、かいくぐれるか翔猿、回り込む、足がもう一つ出なかった、あるいは左の太ももの影響もあったのか。ね、ちょっとアクションいきましょうか。アクションいきますか。ね、翔猿残念ですけど、長い。ちょっともう一度見ましょう、もう一度見ましょう。あ、本当だ。曲がってますよね、肘が。そう、離れたら伸びる。こう、簡単に言うと手首あたりでこう押し上げていくっていう、これが危なくないのと、こうやってね、肘ついてるので、翔猿としてはあれを手繰って後ろに回り込むのが得意なんですけど、おかげさまで佐々木さんのせいで来月の公演の話が一切できなくなるんじゃないかという、来月海外公演がありますねしかね、花田さん言えないというね、どこであるって言えない。そうですね、佐々木さんどうしてくれるんでしょうか。さあ白の富士が入ってきました。優勝の可能性を残す白の富士です。土俵上は時疾風に金峰山が制限時間いっぱいです。ともに4勝10敗という成績です。今日は突っ張ります。それから得意の左四つ、叩き込み、錦富士が勝ちました。勝って5勝目、5勝10敗、5勝目を挙げましたので、西の9枚目錦富士の幕内残留はどうやら大丈夫そうです。時疾風は4勝11敗。大丈夫ですって言ってたんですよね。楽屋では錦富士としてもね、この右からの今小手投げやりますけど、ちょっと強引ですよね、これね。これ嫌った足、開いてしまったことでうまくそれなんか俺らの時代からもっと先輩たちも兄弟子たちもあったんですかね。鼻のってなんかつくんですかね。最初あれ鼻の日八でしょうね。ああ、そうですよね。あれは多分走りかなと思うんですが、その後花がやたらと咲きましたが、さあ土俵上時間です。対する朝白龍は今場所西の8枚目でちょっと壁に当たった感じ、5勝9敗。朝白龍は四つ相撲です。張っていった朝白龍ですが、さあここから若の将の持ち味、絶対組まない、今も差し手を抜いた、うまくいなした。この突き落としが決まりました。新入幕お見事9勝目、見事な若の将新入幕、千秋楽も相撲を取り切りました。朝白龍は5勝10敗です。いい押し相撲ですね。いや、いいですね。分かりやすく言うとね、こう自分のこう電車みたいにレール、このレールから外れないんです。すでに相手が正面にいる。そうですね。これでこう戦うんですけど、ちょっと負けた時はそのレールにスピードが乗っていってなかったんですよ。だから足が遅かったんですよね。その辺はちょっと疲れもあったのかな。多分そうだと思います。ずっと私そういうふうにお話してたんですけど、それは仕方ないですし、これからそういうことも学んで、こう生かしていくんじゃないかなって、だからといってまだまだね、初日からね、ちょっと温存して白の富士という表記もありますが、これもし白の富士が優勝すると鳥取出身力士の優勝って誰で以来だと思います？鳥取いないんじゃない？います。いるんですか？います。誰ですか？横綱琴櫻。そうなんですね。まさに倉吉の大先輩とかあるんです。それ以来というおじいちゃん、今の琴櫻のおじいちゃん、でございます。怪我でちょっとこのところ苦労してた白の富士ですが、今場所何がいいでしょう。になってますが、そういう点でもうまい相撲取りますよね。柔らかさに今場所は力強さも加わっています。さあ勝てば白の富士優勝の可能性が残ります。負けたら優勝の可能性は全くなくなります。左四つの白の富士に右四つの藤青雲。白の富士変化、なんとこれは藤青雲の頭になかったでしょう。藤青雲で肩に力入れすぎです。それを見て取った白の富士かもしれません。本当は起こしてって言うんだけど、タッチペンできますんで。さあこれで白の富士残りました。白の富士が、結びの一番まで結果を待つということになります。ちょっとこれ終わったらタッチペンいっていいですかね。お願いします。今でも分かるんですけどね。これもういけてるんですね。取りたかったんでしょうね。
下すぎて相手やっぱ見てないですよね。私変わる時相手見てないって言われますよね、下向いてる。やっぱり見てないとダメなんですよね。そこを見越したか、当たっておいての変化、白の富士。もう拳一つでもいいから仕切り線つくのを広げた方がいいかなって、ちょっとこじんまりしちゃってるのでね。そうでしたね。はい、入らないんですよね。なるほどなるほど。そうだって1番取ると力士は本当に消耗するって言いますもんね。はい、そうすると大きい力士が有利なんで。変わる土俵は8勝6敗狼雅と8勝6敗豪ノ山。豪ノ山も優勝争いずっと名前があったんですが、11日目から4連敗をしてしまいました。ただ盛り上げてくれましたよね。中身に霧島破りましたしね、過去5対1豪ノ山リード。押し相撲の豪ノ山、ちょっと合わないか。連敗を止めたい豪ノ山。前回し切った。また前回しを取ったか、取った。こうなりゃ狼雅、ガブって狼雅、寄り倒しました狼雅。9勝目、3場所ぶりの勝ち越しを決めている狼雅、千秋楽花を添えました。豪ノ山は残念ながら最後5連敗で相撲を取り終えて8勝7敗ということになります。アクションいきましょうか。アクションいきますか。これは本当ね、狼雅いい相撲でしたよね。いいタイミングで豪ノ山出ましたよ。確かに踏み込んでます。うまいですよ。これ技術です。でこれ切れたんですが、これだから引いちゃダメですよね。もう一度取り直して、これで勝負あったかもしれません。引くっていうことは相手を呼び込むということなので、そこで狼雅が上手を取れたんだと思います。年齢も言ってますし、33歳。ある意味技術だと思うし、うまさでもあるし、ずるさでもある。ずるさでもある。幕内在位御嶽海は今場所で62場所になりました。怪我をしない相撲を取りますよね。できるだけね。さあどっしり構える御嶽海にパパーンと突っ張っていく大栄翔。去年の秋場所以来のこの両者の対戦です。過去は大栄翔14勝、御嶽海17勝。合わせる行司木村元基です。まずもろ手、この当てがいがうまい御嶽海ですが、交代交代。うまく体を開きました。突き落とし、あるいは引き落としを取るでしょうか。大栄翔の勝ちです。勝って大栄翔は7勝目、負け越し1点にとどめました。御嶽海は8勝7敗で今場所を取り終えます。ちょっとね、当たってないですもんね。この辺のさばき方は御嶽海うまいんですけど、さばきながら交代しちゃいましたもんね今日は。ただもう後ろ下がってるんで、ちょっと突き落とされたら。花田さんが三賞を挙げた、技能賞を挙げた翔猿も兄弟子としていますし、さあ阿炎と王鵬です。ちょっと阿炎が元気がありませんでした。5勝9敗で千秋楽。肘の具合がもう一つなんでしょうか。一方王鵬については今場所どうでしょう。やっぱり突っ張ってもらいたいですかね。強い時は強いんですけどね。さして4場所ぶりの勝ち越しを決めました西の3枚目。三役復帰を目指したいところですが、ただ東の2枚目吉野富士がもう2桁勝ってますので、吉野富士の方が強い成績です。もろ手でいきました今日の阿炎。下から跳ね上げます王鵬。今日は突っ張る王鵬、突っ張る王鵬、突っ張りまして突き出しました。王鵬9勝目、千秋楽白星で飾りました。これでいいんです。これで阿炎があんまり調子よくないの分かるんですけど、無理に頭からいかず、ちゃんと相手を見ながら下からこう攻めて、で突きをしていく、これよく見て、これ下手に頭を下げすぎるとまた阿炎に変わられたり引かれたりするので、そういうことを警戒しながらの攻めの突き押し相撲ですよね。これ王鵬も大器白野富士勝ちましたので、白野富士の敢闘賞受賞が決まりました。で吉野富士と琴恵鵬は勝った方が、ですから敢闘賞、琴恵鵬負けたら何ももらえないんですね、花田さん。そうですね。僕はちゃんと殊勲賞ですよね。花田三賞は殊勲賞が琴恵鵬、敢闘賞吉野富士、技能賞が若隆景、宇良、そして翔猿と届いてますかね。花田さんのその声が、アメバ的にね頑張った力士ですから。どうでしょう、これから言いに行きましょうか。いや届かない。
土俵上時間です。玉鷲です。前回しを取ったのは平戸海。今日も足が痛くて踏ん張れないか玉鷲。今場所幕内100場所目の大きな区切りだったんですが、残念ながらこれで玉鷲2勝13敗、来場所十両陥落。これは右足のこのふくらはぎの、おそらく本人何も言いませんけども、肉離れだと思うんですが、もう2日目ぐらいからテーピング、大きいテーピングが見られましたし、これだけねがんじがらめに巻いてますので、はい、よほど痛いと思うんですし、多いんじゃないですか。増えてきましたね、またね。私は大変だけども、いいことだなっていうふうに、優しく言ってるけど厳しいこと言ってますよね。ごめんなさい。ちなみにこれ吉野富士は熊本出身、優勝するということになりますと熊本出身力士正代以来ということになります。その正代が土俵上、対するは一山本。過去は3対1と一山本がリードしています。今日も頭と3点でぶつかっていった一山本、突き立てます。一気に持っていきました。押し出し一山本の勝ち。最後は一山本らしいいい攻めが見られました千秋楽。西の12枚目、6勝9敗で相撲を取り終えました。いいですね、突っ張ってね、腰高い正代をね突っ張って下からこうなんかぶつかり稽古みたいでしたね。そうですね、非常に珍しい相撲を取る人なんですが、ここでねあまり上から突っ張るの良くないので、突っ張ってから今度下にこうなんか胸出してるみたいですけどね。本当だ、ちょっと腰高いかなっていう感じですね、正代。藤涼河が左に行くっていうね、これ僕言ったのはこの若隆景のポイントですね、今日これからの。なるほど、つまり若隆景藤涼河戦のポイントでもあるということですね。藤涼河がどっち行くかっていうのは大体決まっているので、その辺は若隆景も分かってるんでしょうね。どうですかね。どうでしょうか。昨日はそこで止まれなかった吉野富士ですよね。さあどちらが優勝の可能性残るでしょうか。負けた方は優勝の可能性がなくなります。そして勝った方が今場所の敢闘賞受賞も決まります。10勝4敗同士。去年の名古屋場所、これ両者新入幕だったんですが、その時対戦があってすくい投げでその時は吉野富士が勝っています。吉野富士が中に入っていきました。差し身の良さを見せました。上手を引いた吉野富士、右のかいなが返る、寄り切りました。吉野富士の勝ち。吉野富士11勝4敗、優勝の可能性を残しました。そして敢闘賞受賞が決まりました。琴恵峰は残念ながら10勝5敗、しかし大敢闘です。残念ながらしかし敢闘賞受賞はなりません。いい相撲ですね、吉野富士。終わったんで言えるんですけど、大していい相撲を取ったのは皆さん印象的だと思うんですけども、実力としてはまだまだ10番勝ってもこういう相撲を取られてしまうんですね。これ吉野富士正直余裕があって相撲を取ってます。振られないようにするパワーつけることですよね。琴恵峰まだ幕内3場所目ですからね。そうですね。しかし部屋には琴櫻、兄の琴勝峰がいて、本人に聞きますと、もう部屋で稽古してるだけでなんか相手の圧力をもう常に受けているので、幕内で相撲を取っても大丈夫ですって話をしていました。また違う人とやるのもいいんじゃないですか。こちらはまだ大いちょうが言えない藤涼河、今場所大活躍です。うまいですよね、藤涼河ね、相撲。どの辺がうまいですか。押し相撲ですか。押したり当たったりするのも強いじゃないですか。相手が攻めてきてもこうスッてこうね、抜けるところからスーって抜けれるんですよね。さあその辺どうか。土俵上制限時間いっぱいです。千代翔馬に隆の勝。千代翔馬5勝9敗、隆の勝6勝8敗です。ちょっと一つ張った、そこをはたき込みました。張ってきたところをポーンとはたき込みました。気合がまだこもっている隆の勝7勝8敗、千代翔馬は5勝10敗です。切るようなね、なんていうんですかね、突きですかね。
切るような見てください、切ってるような感じがいなしかったですね、最後のところですね、何回か張られてるんでカッと来てる時もあると思うんですよね。ちょっとムッとしてましたもんね。いやそれはムッとしますよね、叩かれてるんで、これ一発入ったんで、これでなるほどね、側尾落とし的な変わらず気風のいい相撲ですよね、勢いがあって、若々しい皆様がすごい好む相撲を取っているんじゃないですか。まさに銭が取れる。本当に兄弟子に対してもバーンって張ったりね、そうでしたね、気の強さが出てきてるし、気持ちで負けないようにして相撲を取っていくのが小兵としていいんじゃないですかね。まだ21歳、今場所東の筆頭で新三役も望めたんですが、残念ながら昨日負け越しが決まりました。対するは若元春、先場所に続いて今場所も白星が乗りませんでした。立ち合いの変化でした。これは変化しようと思って変化したんじゃないと思うんです。いや、立ち合いされたらもういなしますよね。なるほど。足全然出てなくて勢いだけで若元春いってるので、そうか。当たっていってるんですね、若元春。これ足出てないですもんね。正直言ってやっぱ2日前の足、昨日裏とああいう相撲取ってるけど万全ではないんじゃないかなと思うんですよね。これそうですか、見てるとなんか最初からでももっと調子いいと思うんですよね。もっと最初からはたこうとしてるような気がする。まず立ち合い、引き込まれましたけどまだ時間前でございます、いや場内もそうですよね、シーンとしましたもんね、立つんじゃないかっていう感じで、気合が非常に乗ってましたもんね、2人。さあここで制限時間がいっぱいのようです。これね、お客様が緊張するってこの相撲という競技ですよね。本当そうですね、シーンとしますもんね。そうです、昨日も気合の表情で琴恵光をものともせず退けました若隆景。膝の大怪我、苦労に苦労を重ねてきた若隆景、再びの支配に向けて時間です。手をついて肩すかし突き落とし、若隆景が勝ちました。これで優勝争い4敗力士には可能性はなくなりました。4敗力士の可能性を消した若隆景、これでまず4年ぶり2回目の支配に一歩前進です。現段階で可能性があるのはこの土俵下、霧島と若隆景だけ、この2人に絞られました。いい状況判断ですね。当たって藤井が決して当たり負けしないようにいったんですが、その気持ちがどうしてもやはり前かがみになってしまいましたよね、なので当たった瞬間無理に前に出るんではなく、気合も入ってましたけども、冷静でもあったということですね。藤井が負けられないって気持ちが逆に足をちょっと引いてしまったかなという、やはり一枚上手でしたね。非常に気合も入ってましたけど、そのあたりは本当に冷静に相撲を取ってる、そんなイメージもあります。右下手が少し入ったのが良かったんじゃないですか。引いてますけど、どちらかというと肩すかしの感じですよね。手を相手のね、藤井亮が右手をうまく外して、ちょっと肩すかしのような感じですね。流れては肩すかしです。肩すかしなんですね。藤井亮がの敢闘賞がなくなったということも今決まったわけですね。上げてもいいのにね。いや本当上げていいですよね。いい相撲を取ってるのに。敢闘賞全員勝てば吉野富士、それから白野富士、宇良、琴恵光、藤井亮が今日勝てばだったんですけど、全員上げてもいいですもんね。そうですね。今場所ということでいうとね。なんか懸賞金がすごい金額なだけに、確かにこっちも大盤振る舞いしてもいいのかなって思っちゃいますよね。さあこれより三役です。関脇の琴勝峰が前、後ろに欧勝馬と宇良、2人の平幕ということで、横綱大関がこの3人の、この体ですから。宇良、琴勝峰ですね。そうですよね。ちょっと大関緊張してるね。そう見えますか。若隆景が勝ちました。
霧島勝たないと優勝はありません。そして土俵上では今場所9勝5敗と活躍した美ノ海と、こちらが琴勝峰。過去は5対5と互角です。この辺りの当てがいは美ノ海うまいところです。我慢して押します。突っ張ります琴勝峰。引き落とし、琴勝峰が勝ちました。これで新関脇見事9番です。いや、いい相撲ですよ。琴勝峰、このね、足が流れてないですよ、今場所ね。足が流れてない、常に流れてないですね。この琴勝峰の足の形があるんでね、言っては嫌な角度ってあるんですよね。それをちゃんと補うバランスのいい押し方、突き押しも今良かったですよね。回し取ると強いですから、美ノ海ね、うまいですし、天正金とともに弓矢の矢も手にしたこと、当たり方もいい、このバランスね、足流れてないですね。今場所これがいいので、いい相撲を取り続けてますよね。美ノ海もね、こうして突っ張りをこう当てがあって、そして周りをパッと引くんですけどね、与えませんでしたね。やっぱりそれは攻め方がいいんじゃないですか、琴勝峰の下から突っ張って。しかし美ノ海も9勝、これで6敗になりました。東の一番です。熱海富士としてはもう一番勝って有終の美。欧勝馬も久しぶりの勝ち越しを決めてもう一番。2月に欧勝馬は結婚式挙式をしたんですが、それ以降は初の勝ち越しということになりました。本人も長かったと言ってましたが、さあ時間です。前に出る、手繰る、欧勝馬が手繰る、欧勝馬が手繰る、よく見ています。押し出しました熱海富士の勝ち。今日も前へ前への熱海富士です。熱海富士9勝目。欧勝馬は8勝7敗と今場所を取り終えました。前に出ると強いですよね。役相撲にかなう。今度は弓矢の弓の鶴が送られます。本当ね、跳ね飛ばしてますよね、相手をね。まさにこれが熱海富士の良くなってきた。どんどん前に出る。相手よく見てますね。引いたりね、いなしたりするのうまいですからね、欧勝馬。ただこの熱海富士はね、いなしたり引くと大きいのは照ノ富士だけです。大関復帰、昭和以降数々の力士が大関復帰果たしてるんですが、こういう形じゃなくて、次の場所2桁10番勝って復帰という力士も含めて、復帰場所で優勝したのは照ノ富士だけ。さあここで結びの一番も時間です。令和8年夏場所結びの一番、千秋楽です。霧島勝てば若隆景との優勝決定戦。宇良が勝ちますと若隆景の優勝がその瞬間に決まります。最後まで大関の責任を果たせるか、果たしたい霧島。宇良が突っ込んでくる。ものすごい突き倒しだ。霧島勝って2人が並びました。これで霧島と若隆景2人による優勝決定戦です。いい相撲でしたね。今、宇良何やりたかったんですか。何やりたかったんですかね。ちょっと当たっていかなかったですね。だから何かやろうとしたので左ののど輪でガーンと飛ばされちゃったっていうところですかね。あんなに軽く飛びませんもんね。なんか足が当たっていかなかったんでね、霧島してよかったです。切り返しだ。右足出して向こう側の足、霧島の右の足です。見て霧島の右足、これが切り返しみたいになってる。本当だ、蹴るような形の、蹴る太ももを押さえて、それが逆に切り返しされて、状態が西から若隆景同じく12勝3敗。
令和8年夏場所幕内のこれから優勝決定戦です。優勝決定戦制度というのは戦後大相撲人気をさらに盛り上げようということで昭和22年の6月場所から始まりました。それ以前は番付の上の力士が同点の場合は優勝ということになってたんですが、この優勝決定戦制度が導入されてから数々の名勝負が繰り広げて行われてきたこの土俵です。そういえば花田さんも、兄弟対決もありましたし、はい、それから先ほどあった5人の優勝決定戦もありましたしね、あまりそんな緊張はないですよ。そうですか。自分の親父も決定戦戦って自分が見てるんで。あ、そうかでもそれはあれですね、貴乃花も一緒でしたね、ですからですかね。だからそういう意味ではあんまり、決定戦ってあるものだと思ってたからですね。はい、あ、なるほどなるほど、決定戦というのは一つあるものだぞという認識はしっかりあったと本当に、一番を決めるということですよね。さあ胸の内はこの両者はどうでしょう。でも霧島も落ち着いてますし、若隆景としてはやはり本割で負けた相撲を頭に入れてるんじゃないですかね。これちょっと若隆景は待たされて霧島は逆に時間が短くてこの辺の影響は本割見てたらもう関係なかったですね。宇良に対してもああいう相撲を取れたんで、宇良が突っ込んでいくとまた違ったんでしょうけど、先ほど花田さんおっしゃったようにともに本割は短い相撲でしたからね。そうですね。本割はね大関いい相撲を取ってましたから。そうでしたね。ともにいい相撲でこの代表決定戦に駒を進めました。場所の稽古してるんじゃないですか。多分霧島が荒汐部屋に出かけていったりしてますし、それから時津風一門の連合稽古もありましたので、やってるはずです。っていうか場所前だけではなくてこの2人はですからしょっちゅう稽古場ではね、稽古してますから、本場所本割では霧島勝ちましたけど、その時も、お互いによく稽古をしているのでというそんな談話も聞かれました。だからいい出稽古先なんじゃないですか、霧島から見て、若隆景がもちろんねそういう力士と戦えるっていうのも。一度大関から陥落しながら首の怪我、手首の怪我、その怪我を乗り越えて再び大関昇進を果たしました。今尊敬してますけどね、立ち上がるとね大きさが違うの分かりますからね。確かにそうですね。霧島186センチ、若隆景は183センチ、データでは3センチしか違わないんですけども、3センチ大きいですよ。そういうことなんですね。若隆景としても右膝の大怪我で幕下まで落ちましたからね。そうですね。今肘もね悪いですからね、よくここまで来れましたよね。本当そうですね。そしてすでに11番12番勝って大関昇進に向けての起点は作りました。それに花を添えたい若隆景。さあポイントを改めて聞きましょう。どの辺でしょう。そうですね、やはりもろ差し狙いでいくと思いますので、そこを怖がらずに若隆景は下がらないで相撲を取らないでほしいですね。前に攻めていく、でそして間合いを開けていく、そこで勝機があれば左の上手を取って攻めてもらいたいなと思いますよね。そうすると若隆景は安易に左の前回しを取りにいかない方がいい。それも分かってるんで、出稽古でも分かってるんですからね。だからああいう本割りの相撲なんです。なるほど。さあここで時間です。花道の奥に向かって一つ大きくうなずいた霧島。若隆景は一別を送っただけ。さあ果たして霧島か若隆景か。令和8年5月場所幕内最高優勝優勝決定戦です。前に出るのは若隆景、押し出し、若隆景優勝、よしというふうに口が動いたように見えました。霧島連続優勝なりません。
4年ぶり2回目の優勝、膝の大怪我を乗り越えて掴んだ2回目の賜杯です。下がりませんでした。よく前に出ました。本割では若隆景の良さが消されてしまいましたが、この優勝決定戦は霧島の良さを若隆景が消しました。いや、原田さん、今日は前に行きました。下がりませんでした。ですね、立ち合いの当たりが良かった。もろ差しに来られるの嫌なんですよ、落ち着ける人って、こう両方からでそれで下がっちゃうんですよね。だから当たり負けせずにここで止まってたんです、先場所までは。でもこれ止まらない相撲を取ったからこういう攻めができたんですよね。霧島としてはまた本当少しなんですけど、どっちか入ればこの辺り止められたと思うんですけどね。はい、大丈夫かな。右が若隆景覗きましたもんね、踏み込んで。やっぱばっかりですからね。ともに12勝3敗という成績、そして優勝決定戦は若隆景が制しました。ね、ご家族も見てるでしょう。そうでしょうね。まだまだね、霧島も頑張れるからね。先場所霧島が優勝した時に家族の支えだという話をしてましたが、若隆景もお子さん大勢いらして、おそらくその子供たちにパパの勇姿を見せたいというのがあったとちっちゃい子やっちゃなんですけどね。はい、そうなんですよね。僕は挨拶してありますけど。そうですか。そうなんですか。どこで？ちょっとプライベートです。プライベートで張り差してきたんですか。もう誰か分かんないですからね。そっか。原田さんに対して張り差してきた。これ将来有望ですね。有望ですね。さあ、この後は、原田さんが選んだ今日の大一番ということで、決定戦も含めてでいいんですね、選ぶのは。何を選ぶんでしょうか。アクション解説で今日の一番をたっぷりと振り返ります。